朝10時、バタバタ用意して急いで家を出る。今日の現場は車で約1時間半。コンビニに立ち寄り、とりあえずパンを喉に流し込む。安全運転を心がけ、現場に到着。今日の現場は築130年の古民家。今回の私の仕事は、この古民家で演劇的な舞踊コンテンツを作り、お客さんに楽しんでもらう仕事だ。大体の人が古民家を生かそうとしたとき、カフェや宿泊施設にするところを、古民家を劇場にしてみようという実験に賛同してくれた家主さんはなかなか粋だ。今回のプロジェクトは特に斬新なアイデアというわけではない。元をたどれば、大昔は古民家で歌舞伎をやってたぐらいだ。強いて言うなら SDGs 的没入型エンタメコンテンツの作成。まずは現場のアクティング可能な動線を探ってみる。この辺の足場に関しては大丈夫そうだ。この辺りは足場も弱く、天井も低いので激しい動きは避けなければならない。歌舞伎小屋のような2階席。ここは天井は高いが柵が低いので、腰から下のポジションをメインで動きを作らないといけない。今度は観客の目線で現場を見てみる。まず目に飛び込んでくるのはこの空間の奥行き。高い場所への目線が行きにくいのだ。目線を向けさせる必然性が必要になってくる。奥の畳の部屋から玄関を見てみる。ここにいる観客は2階が見えないので、見えなくても物語が理解できるように観客の耳をジャックする必要が出てきた。即席の花道。この花道はより近い距離で観客に接近できるので、踊っている時の呼吸音が臨場感を演出してくれそうだ。真下から見上げる2階は首にストレスがかかるな。観客的にはこの場所は離脱スペースになる。ここの和室は明確な理由がないと足を運ばせることが難しい。2階に登ってみる。2階の部屋にはひな人形の飾り付けが進められている。つまりここにも観客がいるってことだ。そして外は歩行者天国になるそうだ。この窓ガラスをうまく使えば観客を誘い込むことができる。アイデアはある。今回一緒に仕事をする女優さんが現場に到着した。もう何度も一緒に仕事をしたことがあるので、挨拶もそこそこに現場検証を始めた。まずは女優さんに本を持ってもらい、動いてもらう。下から見える絵、目の前をリアルに動く絵、2階席からの絵、花道の絵。ここまでの動きを踏まえ、女優さんはアクティングの動線を
イメージしている。私も動線をイメージして何が可能かを模索してみる。私たちは次にこの町についてアプローチしてみた。江戸から明治にかけての宿場町として発展した唐津街道赤間宿。今も昔の町並みが残っている。町はひな祭りの彩りだ。そして次に私たちはこの町の偉人にアプローチしてみた。海賊と呼ばれた男、出光佐三。出光興産の創業者であり、石油王とも呼ばれた男だ。武士道的経営を貫き、人を大切にする信念を貫いた男。敗戦後、日本の多くの企業が従業員をクビにしてピンチを乗り切ろうとした。だが出光佐三さんは当時約1000人はいた従業員を一人もクビにしなかった。会社の幹部たちは会社を存続させるためにリストラはやむを得ないと訴えたが、安易に仲間をクビにして残った者だけが生き延びようとするのは卑怯者の選ぶ道だ。そう言って休業させてしまった従業員の家を一軒一軒自ら回り、給料を手渡していたという。私たちはこの偉大な人物の志と信念を物語に落とし込むことにした。まだ本番まで時間はある。女優さんは台本の執筆に取り掛かり、私は役作りに取り掛かる。ここに来る観客は地元の人が多いだろう。もちろん出光佐三さんのことも知っている人たちが多いだろう。私がやることはその志と信念にアプローチして、そこに重点を置いた役作りだ。さて、ここからが一番大変な作業だ。ゼロからものを作る苦しみ、葛藤、それを乗り越えて作り上げるコンテンツ。ここに膨大な時間と体力と精神が削られる。でもこれが私の仕事。そう、これが私の信念と志だ。